にゃんこフレンズよろしく。にゃん、14話。今日も大量だぞ。帰ったら母ちゃんも喜んでくれそうだな。何か音がしなかったか。確かめに入ってみるか。やっぱり音がする。助けに入ろう。これは。ひーちゃん、こっちこっち。甘夏ちゃん、お待たせ。あれ、そちらの方は。実はね、こちらの方も猫好きで、まーさんって言うんだけど、東北に住んでる友達なんだ。ひーちゃん、はじめまして。甘夏ちゃんとは前々から友達だったんだけど、久々にこちらに来たので、このお店に連れてきてもらってたのです。そうだったのですね。でも、久々の再会だったのに、私、なんかが、お邪魔して、平気だったのかな。ひーちゃんは私の大切な友達だから紹介したかったのと、なんかめめちゃんと出会ってからなのか不思議な力みたいなものを感じていて嬉しいつながりとか友達が増えた気がしてるんだ。そんなにめめに力とかってあるのかな。でも、そう言ってくれてありがとう。帰ったらめめに褒められたよって、鰹節でもあげなきゃね。ひーちゃんって素敵な方で安心しました。それと、めめちゃんとうちのピータも早くも仲良くしてるみたい。あれ、本当だ。めめって案外すごかったんだね。実はね、まーさんとピータくんの出会いの時の話を聞かせてもらってたんだ。もしよければ私も出会いの話を聞いてみたいな。もちろんだよ。それならお茶でも飲みながら聞かせてもらおうね。まだ甘夏ちゃんにも話し始めたばかりなので、よかったらひーちゃんも聞いてね。私、東北出身で今もそちらに住んでます。自然豊かで人は温かく、私にはすごく居心地の良い場所です。二人はご存知だと思いますが、私もあの地震を経験した一人で、あの日は誰もが普段と変わらぬ瞬間、笑顔あふれるその時を過ごしていたと思います。私も普段と変わらないその日を自宅で過ごしていました。その時、地震？私は怖くて叫びながらも食器棚を必死に押さえて、その時2匹の猫を飼ってましたが、
2匹はこたつの中で震えてました。一瞬の出来事で、みんなの普段の日常も、笑顔あふれた生活も、思い出すらも多くの人が失い、言葉すら失いました。そんな時に、廃工場から何か音がしたらしく、近づいてみたところ、一匹の子猫が奇跡的に生存して発見されました。この時に心から犬や猫の癒しの力や場の空気を温かくさせることのできる力に助けられました。実は私もこの子猫の力に助けられた一人でした。私はこの子猫をピータと名付け、一緒に人生を歩む決断をしました。その子猫が今そこにいるピータなんです。ねえ、ピータ。あの時は私も毎日が不安で寝れない日もあったけど、現地の人はそれどころじゃなかっただろうね。でもね、ひーちゃん、東北のみんなは前を向いて、今日より明日の笑顔に向けて、今日も頑張ってるんだよ。でも、まーさんも元気そうだし、今日は会えて安心したよ。そうだね。また、まーさんがこちらに立ち寄ったりしたら、私も呼んでね。ひーちゃん、ぜひまたお茶しましょうね。メロディー、こないだピータくんってみかんちゃんの友達と会ったんだよ。それならまためめたちも楽しめるカフェに行ってたんだね。そうだよ。あのお店だとひーちゃんとかの楽しそうな笑顔も見られるし、めめたちも楽しめるからすごく好きなんだ。でもね、こないだも楽しい時間を過ごしてたんだけど、何か普段と違う感覚がして、あの日からその違和感を考えてたんだ。それでめめは、その違和感の理由はわかったの。多分なんだけど、ピータくんから温かい気持ちのオーラみたいな力を感じてたんだと思うんだ。めめちゃん、今日は何をやってるのかな？よかったら遊ぼうよ。あれ？みかんちゃんから願いの声が聞こえたよ。それなら、めめは外の世界に行くのかな？メロディー、よろしく。お願い、願い事を叶えてあげてね。外の世界に到着？それならめめ、みかんちゃんの願いの声に答えてあげてよ。メロディー、
ちょっと待っててね。にゃんこステッキお願い。みかんちゃんの声に応えてあげたいの。お願い。めめちゃんも、メロディーちゃんも、こんにちは。みかんちゃん、今日も元気そうだね。みかんちゃん、こんにちは。こないだのカフェは楽しかったね。ピータくんも喜んで帰っていったよ。あの日はめめもすごく温かい気持ちで過ごせたし、楽しかったよね。めめちゃん、聞こえてるかな？こないだカフェで遊んだピータなんだけど、聞こえてるかな？めめ、どうかしたの？噂をしてたら、ピータくんから願いの声が聞こえたんだよ。めめちゃん、私からピータくんに、何かあったらめめちゃんを願ってみてって話したんだけど、迷惑だったかな？迷惑なんかじゃないよ。みかんちゃんは大切な友達なんだし、ピータくんとはもう友達なんだから。それなら、めめはピータくんの声に応えてあげるのかな？もちろんだよ。二人とも待っててね。にゃんこステッキお願い。ピータくんの願いの声に応えてあげたいの。ピータくんを見つけた。今、願いを叶えるからね。友達たくさん欲しいの。お願い。すごいなあ。みかんちゃんの言ってた通りで、外に出ちゃった。ピータくん、こんにちは。ピータくん、めめだよ。こないだはありがとう。こんにちは。私はメロディーだよ。改めまして、僕はピータだよ。これからも仲良くしてね。ピータくんは、あの日のカフェが楽しかったから、また、遊びたくなったのかな？そうなんだ。って言いたいけど、実はそうではなくて、悩みがあって願ったんだ。ピータくん、もし悩みがあるなら、めめは同じ猫たちの悩みに協力して、笑顔になってもらいたいって、いつも思ってるし、遠慮なく話してね。本当に、すごく嬉しいな。めめちゃんと知り合えて本当によかった。実はね、うちの主人はいつも明るく元気で、猫たちへの愛情もかけすぎで、自分が病気とかしないか心配したりも何度も考えたりもしてたんだ。自分のことより、相手の心配をしてしまう、優しい主人さんなんだね。うん、そうなんだ。初めて会った時に直感で、この主人と一緒に人生を歩めたらって考えていて、それが叶って嬉しかったんだ。でもね、普段の疲れからなのか、風邪をひいてしまったみたいで、今は寝込んでるんだ。それで悩んでいて、めめちゃんに声をかけたんだよ。それは心配だよね。主人さんが笑顔で幸せなのがみんなの幸せでもあるからね。めめちゃん、風が良くなるかはわからなくても、願ってみるだけでも、私からもお願いできるかな？めめちゃん、今回は本当に悩んでいて、僕だけでは何もしてあげられなく、落ち込んでるんだ。お願いだから協力してほしい。
ピータくん、一人で悩まないで、めめも協力するから、心から嘘なく願ってみようか。にゃんこステッキ、お願い。ピータくんの純粋な気持ちの願い事に応えてあげたいの。何か見えてきたね。ピータくんの主人さん、すごく辛そうだね。ピータくん、心から思ってることを願ってみてよ。お願いです。僕の大切な主人を元気で笑顔の姿にしてあげたいので、風邪を治してください。願い事を叶えてください。お願いします。どうかお願いです。にゃんこステッキ、お願い。良くなったかどうかは今はわからないけど、とにかく心から願ったんだし、ピータくん大丈夫だよ。僕も心から願ってみたら、すごく今は気分がいいし、お願いしてみてよかったよ。ピータくんが明るくなってよかった。主人さんが少しでも良くなっていたらいいよね。みかんちゃんも本当にありがとめめは、すごく良いことをしてあげてるみたいだね。あれ、この声って、もしかしてココくんなの？そうだよ。今回のピータくんの行動に、ピータくんの地元だった仲間からお願いがあるみたいで、めめに声をかけたんだよ。う。めめちゃん、どうかしたのかな？めめの兄弟で二児の橋を渡ったココくんから、ピータくんと同郷の仲間の皆さんからお願いがあったって聞こえてるんだよ。そうだったんだ。めめちゃんには何度もお願いをして申し訳ないけど、同郷のみんなの話を聞いてあげてほしいな。もちろんだよ。みんなの嘘のない純粋な願い事なら、めめも協力はしてあげたいからね。めめ、みんなのところに着いたよ。話を聞いてみてね。お願い。私の住み慣れたあの土地の人たちに温かい未来の光を与えてください。楽しく大好きだったあの土地のみんなに、これからも笑顔の日々を。めめ、ここにいるみんなは純粋で嘘のない気持ちで今回願えることを待ち望んでいたみたいなんだ。みんなで協力して明るい未来を願ってもらえないかな？僕にもみんなの願いの声が聞こえたよ。すごく純粋で、ここまでみんなの気持ちの連帯感が揃うことに泣けてきたよ。僕からもお願い、めめちゃん、願い事の協力をしてほしい。めめ、頑張って願ってみようか。なんか、プレッシャーなのか、すごく緊張してきちゃったよ。でも、みんな一緒に願おうね。にゃんこステッキ、お願い。純粋な気持ちのみんなの願い事を叶えてあげたいの。お願いします。願いを叶えてください。お願いします。みんな
なで一つに。お願い。元気が出てきたぞ。めめ、ありがとう。みんな、満足してるみたいだよ。めめには、こんなことぐらいしかできないけど、みんなに協力できて、本当によかった。めめ、これからも、よろしくね。ありがとう。めめちゃん、ありがとう。ありがとう。こちらこそだよ。また、よろしくね。同郷の皆さん、本当にありがとう。それなら僕も主人が気になるから帰るね。ピータくん、またよろしくね。ピータくん、主人さんとこれからも仲良く幸せにね。めめちゃんもみかんちゃんもありがとう。悩み事があったら僕のことも呼んでね。ピータくんの主人さんに願い事が届いていればいいよね。ピータくんにはあれだけ生まれ持っての優しさがあるんだから、きっと叶ってるよ。起きなきゃ。あれ、体調が良くなってる。ピータ、おいで。ピータ、大好き。動物虐待は犯罪です。どんなに小さい生命であってもみんな必死に生きてます。出会えた妃が私を支えてる。君が笑うたび強くなれる気がする。あの日も視線を向け逃げていたなら、今のつながりさえも夢の中だった。痛みに耐えながら前を向いた日々、その先に君がいた、それだけでいい。たくさんの支えが私を包んでる。もらった言葉たちが生きる灯火。君がいて本当によかった。心いっぱいのありがとうを送る。どんなに辛くても一人じゃなかった。君の声が響いて私を守ってた。流れ
ち